皆さんこんにちは。七星です。コルベット船作ってますか？今回の動画では前回ご紹介した滑らかで美しい船体、そして仕切りのないオープンラウンジを持つこちらのコルベット船の作り方を解説させていただきます。ずらしグリッジを使用するので、今回も事前に各方向に 0.5 マスずつずれた足場を準備しておきます。この足場の作り方は概要欄にリンクを貼っているので、そちらをご覧ください。今回の動画では説明のテンポを考慮して、スナップグリッジを使う場所には全て足場を連結させ、ずらしたい場所に伸ばすやり方で解説していきます。足場を作らなくてもその都度グリッジを使い分けても良いです。なお、注意点としてグリッジを多用しすぎると不具合の原因になる可能性もあるので、グリッジを使うことで操作に違和感を感じる方、安全にプレイしたい方は使用をお控えください。それではまず機体の基本構造の作り方から解説していきます。着陸装置は中心から1マス分後ろに設置。そしてその上に居住区、通路、タイタン級コックピット、タイタン級ランディングベイをそれぞれ1つずつ設置します。その後居住区は一旦削除し、通路にもタイタン級ランディングベイを設置します。このアクセスベイがオープンラウンジとコックピットをつなぐ入り口になります。次に横方向に 0.5 マスずれた足場を使って着陸装置を中心に居住区を2つ横に並べます。この居住区2つ分がオープンラウンジのスペースになります。後でこの居住区を削除して内装を配置するのですが、先にそれをやってしまうと外装を製作している際にせっかく配置したパーツが消えてしまう可能性があります。ここまで完了したらオープンラウンジは後回しにして他の場所の製作に取り掛かります。まずアンバサダー級の通路を先ほど配置した通路の上に2つ重ねます。そして真ん中の通路に連結させて居住区を1つ設置。この居住区は2階の保管庫とクルーの休憩室になる場所です。次に上の通路の前後にスーパークルーズカウリングを配置します。そして同じく横に 0.5 マスずれた足場をコピーしてこの位置まで伸ばし、縦に2つ連結させます。その足場のスナップポイントを使ってタービンエアロフォイルを上下と左右それぞれ向かい合わせに4つ配置します。配置したら足場は削除し、アルゴノートウィングレットを逆向きに突き合わせで配置します。次にロングショアカウリングを真ん中の通路にスナップさせて配置します。さらにスーパークルーズカウリングの両サイドにもタービンエアロフォイルを上下向かい合わせに配置します。これで機首部分が完成しました。次に垂直方向に 0.5 マスずれた足場をこの位置まで連結させて配置します。足場が通路に埋まってしまい分かりにくくなるので、一番上の通路は一旦削除します。その足場のスナップポイントに合わせてアルカディアウィングモジュールを配置します。設置できたら足場は削除し、通路は再度配置し直してください。アルカディアウィングモジュールを設置できたら、より機体を滑らかにするために前にあるタービンエアロフォイルをコピーして逆向きに突き合わせで配置します。下の通路とコックピットの両サイドにはスーパークルーズエアロフォイルを取り付けます。これで滑らかな船体部分が完成しました。次に主翼の付け根部分を取り付けるために前後と垂直に 0.5 マスずつずれた足場を使います。
足場を連結して伸ばし、この位置に設置します。そしてタービンエアロフォイルを足場のスナップポイントに合わせて配置。反対側も足場をコピーして同じように配置します。使った足場は忘れずに消しておきましょう。主翼は垂直方向に 0.5 マスずれた足場を使います。連結してこの位置まで伸ばして配置します。ほぼ翼に埋まってしまうので見失わないように注意しましょう。この足場に合わせてタービンエアロフォイルを配置し、後方にも向かい合わせで配置します。反対側も先ほどと同じ要領で足場をコピーして同じように配置します。埋め込んだ足場は忘れやすいので、配置したらすぐに消しておきましょう。さらに翼の付け根には根元を突き合わせてアルゴノートウィングレットを配置します。主翼の後方に飛び出した部分にはアルゴノートエアロフォイルをかぶせておきます。これで主翼部分の完成です。次に前後にずれた足場を連結して伸ばし、この位置に配置します。この足場のスナップポイントを使ってツインエコージェットを配置します。さらに垂直にずれた足場を連結して伸ばし、この位置に配置します。この足場のスナップポイントを使ってパイロドライブブースターを配置します。この時使った足場も見失いやすいので、使ったらすぐに消しておきましょう。さらに垂直と前後にずれた足場を連結して伸ばし、この位置に配置します。この足場のスナップポイントを使ってゼニス級リアクターを配置します。これで3つの排気ジェットが一体となった中央のスラスターが出来上がりました。次にこの位置に通路を配置し、その両側面にタイタンサブフライトスラスターを配置します。タイタンサブフライトスラスターの上にはメデューサ級リアクターを半分埋め込む形で配置します。次にこの通路をコピーして連結し、この位置に配置します。この通路にアルカディア S フォイルをスナップさせて配置します。次に船体下側にある居住区をコピーして 0.5 マスずらして配置します。その居住区のスナップポイントに合わせてハードフレームディフューザーを配置します。反対側も同じ作業です。設置したらガイドとして使った居住区は削除しておきましょう。次に居住区の上にロングショアカウリングを配置します。タイタンサブフライトスラスターと根元が重なるようにスナップするはずです。さらにロングショアカウリングをコピーして前方向にずらし、上下を反転させて配置します。反対側も同じ作業です。次は武装を取り付けます。コックピット後方の通路の下にフォトンキャノンを1機、両翼の下側にデッドアイキャノンをそれぞれ1機ずつ配置。魚雷発射装置を台座が隠れる程度の位置に配置します。
これで外装は完成しました。では次にオープンラウンジのスペースを作っていきましょう。まず最初に作った下側にある居住区2つを地面にぴったりとつくようにコピーします。これは窓や床を配置する時のガイドにするためです。そしてもともとあった居住区2つは削除します。このスペースがオープンラウンジになる空間です。ここからはワークショップでの作業ではなく一人称視点での配置作業になります。まずは窓を配置します。この空間は居住区の外側であるためコルベット用のパーツはスナップ配置ができません。すべてフリー配置で行うことになります。シームレスな窓を選択してコントローラーなら下ボタン、 PC ならキーボードの部位でフリー配置に切り替わります。そして居住区の天井の太いラインを画面の中心に置き、居住区の端ギリギリのポイントを見定めて設置します。居住区2つ分の広さなら窓は全部で4箇所設置することになります。壁の隙間が気になるのでフラットパネルやサイドパネル、スタンドプランターなどのデコレーションパーツで隠しましょう。続いては床ですが、床材の選択肢は2つです。スナップポイントのあるライトフロアを使うか、フリー配置でしか置けないフラットパネルを使うかです。フラットパネルはすっきりしていて色も変えられるので個人的には好みなのですが、綺麗に敷き詰めるには少し根気がいります。まずこのくらいの大きさに調整して両サイドからパネルの端を重ねるように配置していきます。中央はなぜかパネルが少し沈むのでフロア全体がフラットになるように大きさを調整してなおかつ中心より少しずらして配置します。ランディングベイとフロアの境界は段差ができるのでパネルを傾けて傾斜を作ります。最後にパネルの色を変えてお好みで好きな家具を配置します。通路には内部階段を取り付けて2階と3階に設備や家具を配置。ガイドに使った下の居住区を削除したら完成です。ハローゲームズ公式にも取り上げていただいた美しい船体と仕切りのないオープンラウンジ、そしてコンパクトでありながら各種設備も十分に設置できる実用性も兼ね備えた機体です。チュートリアルを作ってほしいとの要望も非常に多かったのでうまく伝わっていれば幸いです。気に入ったらぜひあなたも作ってみてください。今回の動画はここまでとなります。もしこの動画がお役に立てたなら高評価、チャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。それでは良い宇宙の旅を。